きずないです。そろそろ年末ですね。年末の一大イベントといえば、そう冬コミ。平成最後のコミケ、行ったことない人でもちょっと気になるなーって人多いと思います。というわけで今日はコミケのハウトゥーを教えちゃいます。この動画を見れば初めての冬コミも安心というわけで早速行ってみよう。まずは基本中の基本、そもそも冬コミって何っていう人のためにコミケの説明からしちゃいます。コミケっていうのはコミックマーケットの略で、コミックマーケット準備会が運営している世界最大の同人誌即売会なんです。世界最大っていうだけあってすごい数の人が来るんですよ。昨年の冬コミ開催期間中の参加者総数はなんと55万人。これって東京ドーム10個分の人数なんです。すごいですよね。コミケは年に2回、夏と冬に開催していて、冬のコミケを冬コミと言います。しかもコミケにはお客さんはいなくって、みんなでコミケを作っているという考えから、スタッフも企業も含めてコミケの全ての人を参加者と呼びます。初めてコミケに来たって人も立派なコミケの参加者として行動しなくちゃいけないんです。それでは紹介していきましょう。まずはハウトゥー冬コミ初級編。公式サイトやカタログの注意事項を見るべし。コミケには注意事項がいっぱいあります。コミケのカタログや公式サイトにまとめられているので、初心者の人はまず注意事項をじっくり読めば安心です。体調管理をしっかりするべし。コミケは有明のビッグサイトで開催されるんですけど、海が近いから冬はとにかく寒いんです。防寒着やカイロをしっかり装備して寒さに備えましょう。あと行列に並んでいる時もちょっと具合が悪いなーと思ったらちゃんと休むこと。倒れちゃったらせっかくのコミケも楽しめないですからね。雰囲気を味わうだけなら昼過ぎから参戦すべし。コミケは人がいっぱい来ます。朝は会場に入るのも一苦労。でもお昼過ぎからなら行列にそこまで悩まされることもありません。欲しいものはないけどちょっと行ってみたいなーっていう人は少し時間を遅らせると楽です。トイレは余裕を持っていくべし。会場にはたくさんの人がいるのでどこもかしこも行列ができます。もちろんトイレも長蛇の列ができるので漏れそうとなってからでは危険です。事前に場所を把握して行ける時にトイレは行っておきましょう。集合場所、集合時間を決めるべし。コミケは会場付近や会場では通信が追いつかず、電話やメールが満足にできなくなることがあります。友達と行くときははぐれた時のために集合時間と集合場所をあらかじめ決めておきましょう。みんな初級編はマスターできたかな。次はハウトゥー冬コミ中級編。1000円札以外にも小銭もいっぱい用意すべし。コミケではお釣りがなくなってしまうこともしばしばなので、事前に1000円札や小銭をいっぱい用意してお釣りが出ないような工夫をしてコミケに挑みましょう。交通系電子マネーは事前にチャージすべし。交通機関も混雑が予想されます。あらかじめチャージしておきましょう。会場最寄りの駅よりも地元の駅やコンビニでチャージしておくのをおすすめします。同人誌を手に取る際は一声かけるべし。同人誌を手に取る際は見てもいいですかなど事前に声をかけましょう。手にした際も丁寧に扱い、返すときはありがとうございますなどお礼をちゃんと言い、マナーをしっかり、また一生懸命作ったものなので批判しないようにしましょう。コスプレイヤーさんを撮影するときはちゃんと許可を取るべし。コスプレイヤーさんを撮影するときは一声かけるのがマナー。こっそり撮影したりコスプレイヤーさんの嫌がることをしたりするのは絶対 NG。 紳士淑女として思いやりを持って行動しましょう。そしてハウトゥー冬コミ上級編。オリジナルの宝の地図を作るべし。コミケ会場は広いので適当に回ってても全部見ることはできません。そこで事前にお目当てのサークルを探しておいて自分だけの地図を作って最短ルートを研究しましょう。欲しいものリストと合わせて作成するとまるでゲームのクエストを攻略している気分。目指せコンプリート。サークルの人に話しかけるべし。コミケは同じ作品を楽しむ者同士を見つける場所です。同人誌を買うときは思い切って売り子さんに話しかけたら盛り上がるかも。ただし行列ができている時や忙しそうな時はやめておこうね。行列を楽しむべし。コミケで避けて通れないもの、それが行列。会場へ行く時も会場の中でも帰る時もとにかく待ち続けます。忍耐力が試されるまさに試練なのです。なので発想を変えてしまいましょう。行列もまたコミケ、列に並んでいるということはコミケに参加しているということだと思って行列も楽しんじゃいましょう。どうでしたか？みんな少しは冬コミについて分かったかな？最後は特別にコミケに参加する時の極意を教えちゃいます。コミケの極意、それは全力で楽しむこと。最もコミケで大事なこと、それは楽しむことです。楽しんだものこそがコミケを制す、いや
やマナーを守ることは大事ですが、それを気にしすぎて楽しめなかったら意味がない。ルールやマナーを守りつつ楽しむ心を忘れずにね。それではキズナアイでした。またねー。